今回はこちらの映像のように発泡スチロールを浮遊させる装置の作り方とプログラムの解説を行います。自由研究のネタにもなるように仕組みと作り方のコツも解説するので、ぜひ同じように作ってみてください。当チャンネルではマイコン関連、パソコン関連の解説を行っていますので、気に入っていただけたらチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それでは早速、浮遊装置とそれを駆動する装置の作り方を順に解説していきます。まずこのような生基板を用意してアクリルカッターで筋を入れて加工します。幅は 3,40mm と 20mm ぐらいです。これは超音波センサーを取り付けるベースになる部分です。ちょっとかけてしまいましたが問題ありません。カットした2つの長さを 50mm ぐらいに揃えてさらにカットします。この方法でカットすると切断面が鋭利なのでサンドペーパーで整えます。ちなみに320番のサンドペーパーを使用しました。このようにカットした生基板と 20mm のスペーサーネジを4つ、10mm のスペーサーネジを2つ用意しました。スペーサーネジが手に入らない場合は代わりに60mm の M3 ネジを使用しても作ることができます。今回使用したスペーサーネジは M3 なので 8mm の M3 ネジとナットも準備しました。ワッシャもあれば使用してください。今回使用した超音波センサーは秋月さんで昔購入したものです。スペックとしては直径 16mm で 40kHz が出せるものを使用しました。送受信セットの場合 T と書いてある方が送信側なのでそちらを使用します。受信側の R は今回使用しないので送信側の超音波センサーを2つ用意してください。準備ができたら先ほどカットした生基板の中央にマジックペンで線を引きます。超音波センサーの端子間距離を測定したらちょうど 10mm だったので基板中央から 5mm ずつ離した位置にマークをつけます。さらに中央から 20mm のところ2箇所にも同じくマークをつけます。同じようにもう1枚もマークをつけたらドリルで穴あけをします。中央2つは 1.5mm のドリルで穴を開けました。余談ですがドリルで穴を開けるときは低速回転で開けるのがいいです。高速回転で開けると刃の食いつきが悪く切り子がこのような流れ型になりません。超音波センサーが抵抗なく入ることを確認してください。もう1枚も同じように加工します。外側のマーク部分は 3mm のドリルで穴を開けます。
穴開けが終わったら中央でこのように銅箔をアクリルカッターで切断していきます。2枚とも同じように切断してください。切断したら絶縁できているかテスター等で確認してください。そこまでできたらいよいよハンダ付けです。超音波センサーは足を見るとプラス側に印がつけられています。順方向に電圧を送ると金属プレートが膨らみ、逆方向に電圧を送るとへこむ仕組みになっているので、プラス側を取り付けた方向がわかるように基板に印をつけます。銅箔面の反対側にセンサーを取り付けてハンダ付けを行います。センサーの足が太いので熱が奪われやすく、少しハンダ付けが難しいですが、しっかり加熱してハンダ不良のないように取り付けていきます。取り付けが終わったらセンサーと基板の間に隙間がないか確認します。もし隙間があれば装置に影響が出るので修正してください。飛び出した足は不要なのでニッパでカットしてください。出来上がったもののマークを合わせてスペーサーネジで向かい合わせに組み合わせます。スペーサーネジは 20mm を2本と 10mm を1本で 50mm の間隔が空けられるように取り付けていきます。必ずマークが向かい合わせになるように取り付けてください。余談ですが、ナットには正しい取り付け向きがあります。角張った方を締め付け側にして丸まった方を外側にするのが正解です。しっかり固定したらハンダ面に膨らみがあるので、スチレンボードで作った足を両面テープで貼り付けます。ガタつきがなければこれで本体は完成です。続いて駆動装置を作っていきます。超音波の発信に ESP32 を使用します。理由としてこのチャンネルは ESP32 に興味を持ってチャンネル登録してくださった視聴者様が多いのでこちらを採用しました。 ESP32 や他のマイコンの出力では超音波センサーを直接駆動できないので L298N というモータードライバーを使用します。
ワニ口クリップ付きの導線を2本とオスメスのジャンパー線を2本とメスメスのジャンパー線を2本と何もついていない導線を2本用意しました。まずはモータードライバーにこちらの4本の電源コードを取り付けていきます。モータードライバーの 12V と書かれたところに赤い導線を取り付けます。次にその隣のグラウンドに黒い導線とオスメスジャンパー線のオス側を取り付けます。簡単に抜けないかどうか確認します。その隣にある 5V と書かれているところにオスメスジャンパー線のオス側を取り付けます。端子台には1本、2本、1本という風に取り付けが完了しました。次にメスメスジャンパー線2本をモータードライバーの入力端子に取り付けます。イン1とイン2と書かれたところに取り付けてください。取り付けが完了したら ESP32 に接続します。ESP32 の GPI を12番と13番にメスメスジャンパー線を取り付けます。こちらはどちらの線をつないでも問題ありません。2本をいずれかの GPIO につないでください。今つないだ GPIO の間にあるグラウンドとモータードライバーのグラウンドから出ているメス側のジャンパー線をつないでください。最後にモータードライバーの 5V 端子から出ているメス側のジャンパー線を ESP32 の 5V と書かれたピンにつないでください。ESP32 の 5V 端子は ESP32 から電源供給のために使うものと思っている方もいらっしゃると思いますが、安定化された 5V であれば逆に ESP32 へ供給することもできます。ここに 5V のレギュレータと安定化用のコンデンサがあるのでモータードライバーから供給することにしました。最後に超音波センサーに出力するためのワニ口クリップ付きの導線を取り付けていきます。こちらも特に曲線などは関係ないのでどちらにつけても問題ありません。アウト1とアウト2と書かれた端子台に取り付けてください。このモータードライバーは2回路ありますが、この装置では1回路しか使わないので空きが出ますが問題ありません。これで駆動装置が完成です。2本線が出ていますが、この線は電源供給用です。ワニ口クリップを超音波浮遊装置のスペーサーネジに接続します。このように接続してください。交流の方形波を送信するので、つける場所はどちらにしても問題ありません。これで装置全体が完成したので、次はスケッチの解説をしていきます。本来であればタイマー割り込みを使って超音波センサーに送る 40kHz の周波数を作るといいのですが、タイマー割り込みは難しいので今後の動画で解説したいと思います。今回はとてもシンプルで分かりやすくスケッチを書いてみました。ピン番号の変数を作るときにコンストイントとシャープディファインの2つの書き方があると思います。
コンストイントで書いた場合、誤ってこの変数を再度使い書き換えるようなスケッチを書いた時、コンパイルエラーが発生して重複した変数のミスを教えてくれるといった働きがあります。どちらでも結果は一緒なのですが、公式ではコンストイントが推奨されているようなので、今回はこちらを使用して書いてみます。ここでは後に出てくるピン1とピン2にそれぞれ12と13を代入しています。セットアップではピンモード設定を使い12と13番ピンを出力設定にしています。最後にループでは 40kHz の周波数で1サイクルの半分の時間ごとに12番ピンと13番ピンの出力を交互にオンオフするように設定しています。リレイマイクロセカンズでは普段使うリレイよりさらに1000分の1の数字で細かく待機時間を設定できるようになります。指定時間が11と12になっているのは1サイクルの時間を調整するためこのような時間にしました。手持ちの安価なオシロスコープで波形を確認してみましたが、オンオフ割合であるデューティー値も 50% 前後で周波数も 40kHz になっていたのでさほど影響なかったようです。安定化電源で 12V1A の設定で電源を供給していきます。これにより ESP32 で作られた 40kHz の信号をモータードライバーで受け取り、最大振れ幅 24V の包茎波を超音波スピーカーに供給します。この装置に小さいサイズにカットした発泡スチロールを入れると、超音波同士がぶつかった時にできる節というものに吸い寄せられてそこにとどまります。理論上の話になりますが、私の部屋の温度が28度だったので音速はおよそ348メートル毎秒です。これを 40kHz の周期でパルス波のように飛ばしているわけなので、348を4万で割ります。それをミリに直すと 8.7 ミリです。さらに上下の両方向から飛ばしているので、超音波がぶつかった際にできる超音波の節と呼ばれるものはその半分の 4.35 ミリ間隔でできます。浮遊している途中で電源を落とすとこのように発泡スチロールも落ちます。この装置自体は私のアイデアではなく、長年これを研究されている日本人の方がいます。またこのように一から作るのが苦手な方は Amazon でこの装置のキットも販売されているのでぜひ作ってみてほしいです。今回使ったものの詳細やスケッチなどは概要欄に詳しく記載するので、スケッチをダウンロードして自由研究や趣味として楽しんでください。今回の動画はとても長くなってしまいましたが、最後まで見ていただきありがとうございました。